信康事件の真相。どうする家康に学ぶ日本史。家康はなぜ信康を処刑したのか。織田徳川同盟は戦国時代の同盟としては異例だが、織田信長が本能寺で応死するまで20年以上も継続した。その間で同盟関係を最も揺るがした事件が、岡崎三郎信康と瀬名築山殿が徳川家康に処刑されたいわゆる信康事件である。なぜ家康は信康と瀬名を処刑したのだろうか。信康事件の真相を詳しく見ていこう。信康事件が起こった原因としては、1、謀反説、2、謀略説、3、冤罪説の主に3つがある。1の謀反説は、信康と瀬名が家康と対立して武田勝頼と内通したとする説である。2の謀略説は、武田勝頼が歩き巫女などを使って信康と瀬名が武田に内応したという噂を流して謀略したとする説である。そして3の冤罪説は、信長が信康の武勇を恐れ、また酒井忠次が信長に讒言したため、信康と瀬名は無実であるにもかかわらず処刑されたとする説である。江戸時代に執筆された資料には、家康を神格化した徳川史観に基づいたものが多い。そのため武田勝頼の謀略による2の謀略説や、酒井忠次や織田信長が原因とする3の冤罪説が支持されてきた。つまり家康、信康は善人で、悪いのは勝頼や信長、それに忠次だったという説が徳川幕府の下ではまかり通ってきたのである。ところが近年では資料の解析が進んだ結果、1の謀反説が最も支持されている。なぜ近年1の謀反説が支持されているのかを詳しく見ていきたい。残された資料を一つ一つ綿密に点検してみると、やはり信康と瀬名の性格や行動が事件を引き起こしたと考えられるのである。信康は幼くして信長の長女五徳と結婚したが、二人は当初仲睦まじく、二人の姫を設けている。ところが松平期に1577年天正5年の頃には、信康と五徳の仲が険悪となったと記されている。そしてその原因が、信康は荒人、つまり信康は粗暴で慈悲がない人間だと書かれている。信康は鷹狩りの時に縁起が悪いと罪のない二僧を殺害したり、五徳の次女の受け答えが悪いからと刀を口に差し込んで殺したりしたという。そのため家康は何度も信康を諌めたが、信康は態度を改めなかったという。家康の家臣松平家忠が執筆した家忠日記には、1578年天正6年に岡崎城で家臣団の住居を信康の近くに集める増築工事が行われたと記されている。ところが突如、信康の粗暴な振る舞いを憂慮した家康の命によって工事は中止されたという。この頃から家康は指示に従わない信康を岡崎の家臣団から隔離しようとしていたと思われる。1579年天正7年6月、徳川家康は岡崎城を訪れて信康に五徳と
仲直りするように説得したと家忠日記は記している。しかし家康は信康の説得に失敗して、その心労からか体調を崩し霍乱を患っている。霍乱とは現代的に言えばめまい、時期が夏なので熱中症のような症状と思われる。病の癒えた家康は7月16日ついに決断を下し、酒井忠次と亀姫の婿奥平信正を織田信長のもとに派遣するのである。新朝後期には忠次と信正は信長に馬を献上するために訪れたとのみ記されている。しかし家康は同時に信康の処分を舅である信長に伝えるために2人を派遣したと言われている。信長は忠次から話を聞くと是非に及ばずと答え、家康に信康の処分を一任したという。大久保彦左衛門忠敬が執筆した三河物語には、五徳が忠次に12か条の訴状を持たせたと記されている。信長は忠次に12か条のうち10か条までを一つ一つ順次確認したという。そして忠次が10か条すべてを認めると、信長は残りの2か条は確かめずに家康に信康を切腹させよと命じたと書かれている。家康は8月4日に岡崎城を訪れて信康と対面、最後の説得を試みている。しかし信康は態度を改めようとしなかったために、家康は信康を岡崎城から追放して大浜城へ移している。家忠日記及び安土日記には、この時信康は家康に信長を裏切って反乱を起こすように迫ったと書かれている。そのため家康は三河と尾張の境にある大浜城に信康を幽閉した。一方の瀬名は武田方の当位滅敬と懇意となって謀反を企んだ罪を家康に問われていたと松平記に記録されている。そのため瀬名は8月29日遠江の佐鳴湖東岸の小藪村で家康家臣に殺害されたという。この事件の4年前に起こった岡崎町奉行大岡弥四郎の謀反未遂事件の黒幕は実は信康と瀬名だったようである。そのため家康は武田勝頼との戦いが一段落したこの時期に瀬名と信康の処分を行った。岡崎三郎信康は大浜城から堀江城、さらに二俣城に移動させられている。そして9月16日、信康は家康の命令で自害に追い込まれ、21歳という短い生涯を閉じている。信康の墓は徳川家の菩提寺大樹寺に建てられたが、遺骸は二俣の清流寺に埋められた。家康が信康の死を悼んだのかどうかということが現在もよく議論されることがある。徳川家康が信康の死をどのように思っていたのかはもはや知る由もないが、清流寺には家康が訪れたという記録が全く残っていない。つまり家康は信康の遺骸が埋葬された場所を一度も訪れていないのだ。信康の亡骸に一切公儀を手向けることをしなかった家康の態度から、我々は家康が
信康をどのように考えていたのかを推し量ることができるのである。